はい。というわけで、洋梨ラフランスの鉛筆デッサン完成です。皆さん、こんにちは。よしアートチャンネルへようこそ。よしのりです。このよしアートチャンネルをですね、楽しく自分のペースで絵を描いていきたい、そういった方のために画材の使い方から描き方まで様々なアートな情報をお届けするチャンネルです。ぜひ興味のある方はチャンネル登録、それから高評価の方よろしくお願いします。今回の動画なんですけれども、前回の動画でちょっと触れましたね、モチーフを面で捉える、そのことについてさらに詳しく説明していきたいと思います。違います。今回はですね、この洋梨ラフランスなんですけれども、モチーフを面でどういうふうに捉えていったらよいかってことを書きながら皆さんに説明していきます。面で捉えるといってもですね、なかなかちょっとイメージしづらいと思うんですけれども、まずはこの画像を見てください。はい、これが洋梨ラフランスをですね、面で分割したものになりますね。そしてさらにそこに面をつけるとこんな感じです。なんだか一昔前のパソコンのねゲームのような、なんかポリゴンでね、動くゲームがありましたけれども、そんな感じですけれどもね、これはちょっと極端な例ですけれども、こんな感じをねイメージしてください。モチーフを面で捉えると何がいいかということなんですけれども、まずは面で捉えることによってより形が複雑になるということがありますね。面と言いましても大きい面もあれば小さい面もありますし、今度は面と面がぶつかり合っているところっていうのはちょうど紙が折れてるように両線角があるわけですよね。そういった面の大きさ、それからその角の大きく急激に変わっているところ、あるいは緩やかに変わっているところ、そういったことをね、しっかりと意識して描くことによって形がより複雑に見えてくるということです。つまり自然というのは結構いびつなんですね。それがないとつるんとしたなんとも味気のない非常に単調な感じになってしまいます。それから面で捉えることによって今度は明暗の流れをしっかりと意識できるということがありますね。ここで出てくるのが明暗反射光ということ、これも前回の動画でね少し触れましたけれども、これはねまたちょっと次の動画で詳しく説明したいと思います。全部ね詰め込んじゃうとちょっと雑多になってしまいますのでね、まずは今回の動画では面をしっかりと見ていきましょう。では早速デッサンを描いていきましょう。今回も用紙なんですけれども、ニュー TMK ポスター紙のイラストレーションボードを用意しました。ここに鉛筆でデッサンを描いていきます。ではまずね、アートライアングルでいうところの見るから始めていきましょうか。こちらがこのラフランスをですね、真横から見た画像なんですけれども、はい、このラフランスの特徴であるちょうどこの真ん中やや上あたりがくびれてる感じですね。これが特徴だと思いますね。それでですね、今度は上の方から見てみましょうか。はい、ヘタが結構太い丈夫なヘタがあって、そしてヘタの根元がねこのようにくぼんでます。さあ、そしてですね、リンゴのデッサンを描いた時にも見たんですけれども、この上もしくは下から見た時にどういう形かってことで、下から見てみましょう。はい、なるほど、五角形ですね。突起のようなものが5個ありますし、全体のこの形、輪郭の形も五角形ですね。これリンゴと一緒ですね。はい、ということで花を見てみると、はい、これがねラフランスの花なんですけれども、やはり花びらが5枚ということで五角形、そうかという感じですけれどもね。はい、つまりこういったことをですねしっかりと意識して描くっていうことが大事になります。モチーフ台にセットしたラフランスなんですけれども、先ほど見たね形の特徴などを意識しながら描いていきましょうかね。この場所から見ると今回のテーマである面なんですけれども、縦方向に
こことこことここ3箇所に大きく面が変化しているところがありますよね。そこら辺を意識しながらまず全体の形を大きく描いていきます。それから中心軸もやや右に傾いてる、ここら辺も重要なポイントですね。まっすぐストーンと立ってるわけではありません。では描いていきましょうか。全体の形を大きくこんな感じかな。で中心もこれくらいの角度で中心軸が傾いているようですね。で先ほど説明しましたけれども、面が、どこで変化しているか、縦方向のこの面なんですけれども、ここら辺、そしてもう一箇所ここら辺ですね。さらにはここになります。今この方向に見えてる1箇所2箇所3箇所で大きく面が変化しているところをちょっとね、アクセントをつけてみました。それから今度はこの面が変化しているところが、大きくこの洋梨独特の特徴であるこのくびれっていうんですかね、こんな感じになってますね。この面が大きく縦方向に変化している部分の下側を見ると、やはりちょっとこうぷくっと膨らんでますね。先ほど真下から見た、画像で5箇所ね、突起があって全体的な輪郭が五角形の形をしてましたけれども、その一つの角がここで、もう一つの角が、ここら辺にあって、ここがへこんでるのか、ここですね。でこの上の部分もぷっくらと膨らんだ箇所があります。さあ、だいたいこの面で捉えるということをねやってきたので、その面に沿って大きな明暗の変化をつけていきます。下側から反射光が当たっているので、ここでも大きく面が変わっている箇所がありますよね。こうしてみるとこの洋梨ラフランスなんですけれども、非常にこの面白い形してますよね。今回のテーマであるこの面で形を捉えるってことに関して言えば、非常にこう適したモチーフなんじゃないかなというふうに僕は思ってね、これを選びました。そろそろですね、このテーブルに落ちているこのラフランスの影にも、手を加えていきます。どこに面があるかってことをもう一度確認したいと思います。今示した線ですね、ここで大きく面が変化しているということで、僕はそこを境に明度差をつけて面の変化を表しています。はい、では引き続きデッサンを制作していきましょう。反射光の部分はね、またティッシュでこすってちょっと
と鉛筆の調子、色をね変えていきます。多少はみ出しちゃいますけどね、はみ出した部分はまた練り消しで消していけばいいですからね。はい、今反射光の部分をちょっとね色の変化をつけてみました。はい、というわけで洋梨ラフランスの鉛筆デッサン完成です。今回はこのねラフランスの形、どこで面が変化しているのかってことをしっかりとまず見ました。そしてその面の変化を強い調子、ちょっと他の場所と比べて強めの調子暗くすることによってここで面が変わってますよってことを分かりやすく書きました。その際に明暗反射光を使って書いたんですけれども、この明暗反射光についてはまた別の動画で詳しく説明していきたいと思いますけれどもね。はい、こんな感じで完成したということで終わりにします。いかがでしたでしょうか。モチーフを立体的に表現するためにはまず面で捉える、そこに明暗の流れを当てはめる、これがとても重要になります。ということで明暗についての動画の方もぜひご覧になってください。ではまたお会いしましょう。それではさようなら。